皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは教科書ではなかなか学べないネイティブが実際に使っている日本語を自然なスピードでお届けしています。話すスピードもテンポも実際の日本人の会話と同じです。ちょっと速いなって思ったら再生スピードは自由に変えることができます。まだ聞き取れないなっていう方は 0.75 倍速や 0.5 倍速から聞いてみてください。慣れてきたら通常のスピードへ。上級者の方は 1.25 倍速や 1.5 倍速にも挑戦してみてください。そしたら普通のスピードがとってもゆっくりに聞こえてくるはずです。自分のペースで少しずつステップアップしていきましょう。ということで今日のテーマは、日本人が日常会話でよく使っているけど教科書には載っていなくて初めて聞くとどういう意味となる日本語を紹介していきたいと思います。今日は5つの言葉を紹介します。1、助かります。2、ピンとこない。3、念のため。4、ドンピシャ。5、なんとなく。この5つの言葉を今日は紹介していきたいと思います。今から紹介する言葉はどれも日本人が日常会話でよく使う表現なんですが、翻訳ソフトとかで訳すとちょっと不自然になったり意味が正しく伝わらなかったりするんですよね。だから実際に日本人がどういう気持ちで使っているのかちょっと分かりづらいので、このポッドキャストではそんなリアルな言葉のニュアンスや使い方を例文と一緒に分かりやすく解説してみようと思います。リスニングの練習をしながら日本人のリアルな感覚も学べるような内容になっているので、通勤中とか休憩中、寝る前など気軽に聞いてもらえると嬉しいです。ではエピソード7スタート。はい、まず一つ目に助かりますですね。助かりますは翻訳ソフトとかで直訳すると It helps とか It saves me になることが多いんですが、実はこの言葉ありがとうとか感謝してますという意味で使われることが多いです。例えば、これコピーしておきましたよ。わー助かりますって言ったりします。あとは代わりにこれやっときますね。本当に助かりました。ありがとうございます。みたいな感じです。ポイントは手伝ってくれてありがとうとか気遣ってくれて嬉しいみたいな時に柔らかく自然に伝える表現になります。ぜひね、ありがとう以外にも感謝を伝える表現、日本語にもたくさんありますので、助かりますもぜひ感謝の言葉として覚えてぜひ使ってみてください。次、2つ目はピンとこないです。ピンとこないは翻訳だと I don't get it とか It doesn't click と出てくることが多いんですけど、日本人のネイティブの感覚で言うと、このピンとこないという言葉はなんかよくわかんないみたいな意味で使うことが多いんですよね。なので例えば、この名前どっかで聞いたことがある気がするんだけど、ピンとこないなとか、あとは説明されてもピンとこなかったけど図を見たら分かったみたいな感じなんですよね。なのでポイントは理解とかイメージがすぐ頭に浮かばないときにピンとこないをよく使います。逆にピンとくるという言葉もあります。ピンときたとか思い出したとか、なんか分かんなかったけど今分かったみたいな時にピンときたピンとくるみたいな感じで使います。はい、ぜひこちらもなんかよく分かんないなって思った時、ピンとこないなってぜひ使ってみてください。じゃあ次に3番目、念のためですね。はい、念のためは聞いたことあると思うんですけど、翻訳だと just in case と出てきますね。これまあまああってはいると思うんですけど、実際の会話ではもっとなんかやんわりした確認とか気遣いとして使います。例えば、明日休みですよね。念のため確認ですとかですね。あとは念のため明日傘持ってこうかなみたいな感じです。ポイントは心配しすぎるほどじゃないんだけど、なんか安心したいのでやっておくみたいな感じです。念のためという言葉は日本人の会話ではよく聞く言葉だと思います。
私も多分ね、しょっちゅう使っていて、念のためさ、明日これ持ってくとか、念のためこれ準備しておいた方がいいかなみたいな感じでよく使っています。さっきも言ったんですけど、なんか確認したいことがあった時によく使ったりします。はい。ぜひ念のためみんなも使ってみてください。次は4つ目、ドンピシャですね。皆さんドンピシャって聞いたことありますか？もしかしたらこの言葉は初めて聞く人が多いかもしれないんですけど、ドンピシャをね、ちょっと Google で翻訳してみたら、exactly とか right on みたいな感じだったんだけど、なんかちょっと日本人が使ってるニュアンスとちょっと違うんだよね。で、これをちょっと解説すると、ドンピシャは日本人はよく、なんかね、もっと勢いがある感じで使います。なんかわかりづらいよね。例えば、完全に正解みたいな。もうまさにそれみたいな感じで、なんかちょっと強調したい時とか、めっちゃぴったり合ってたみたいな時によく使います。はい。例えば、例文で言うと、それ、ドンピシャな答えだね。とか、あとは、この服めっちゃドンピシャかわいいみたいな。私のこうストライクゾーン、なんかその自分が大好きなジャンルだったりとか、大好きな好みにぴったり合ってるみたいな時に、よくドンピシャ、これめっちゃドンピシャって使います。なんとなく伝わったかな。そう。なので、ポイントは、なんか音のインパクトも強いじゃん。ドンピシャ、ピシャみたいな感じで。音のインパクトもね、ちょっと強いと思うんですけど、ちょっとテンションが上がった時によく使います。はい。ドンピシャと、ちょっとさっきからもね、言ってると思うんだけど、ぴったり合ってたとか、ぴったり合ってると、ドンピシャは同じような意味で使います。でも、ドンピシャを使うときは、もうほんと感動しちゃったみたいな。なんかね、そうなの。なんか感動しちゃったみたいな感じで使います。例えばさっきもちょっと紹介したけど、例えばお財布、例えばこの財布めっちゃ私の好みにドンピシャみたいな感じで、もうすごい可愛いの見つけて、自分の好みのぴったりのお財布見つけたみたいな時に、感動した時によく使いますね。お気に入りのものを見つけた時でもいいので、ぜひ、あ、ドンピシャのやつ見つけたとか、ドンピシャって言葉ぜひ使ってみてください。最後5つ目は、なんとなくです。なんとなくは聞いたことあるかな？結構ね、日本人言ってると思うし、私もめっちゃ使います。はい。で、なんとなくをね、ちょっと Google 翻訳してみたら、somehow って出てきました。なんかね、ちょっと不自然なんです。somehow だと、なんかちょっとだけ不自然、なんかぴったり合ってる言葉じゃない気がしていて、なんとなくっていうのは多分直訳が難しくって、日本独自の曖昧な表現な感じがします。曖昧ってみんな知ってるかな？曖昧っていうのはなんかクリアじゃない感じ、はっきりしてない感じのことを曖昧って言ったりするんだけど、曖昧と似たような感じですね、なんとなくは。はい。例えば、なんとなくあの人のこと気になっちゃうなとか、あとは、なんとなくこのお店入りたくなったんだよねとかですね。なんかね、ポイントは、理由ははっきり言えないんだけど、そう思った。なんか自分がそう感じたみたいな時に使うニュアンスです。なんかね、英語にね、完全に一致する言葉がなくって、すごい日本語らしい表現なのかなと思います。なんとなくを使うときは、例えば今日なんとなく、なんかケーキ食べたい気分だなとか、なんか理由は別にないんだけど、なんとなく思ってるんですよね。そう。こういう時にも使いますね。なんでって聞かれても、なんとなくなんだよね。例えば私もレッスン中とかにね、日本語を解説してる時に、これなんとなくわかったみたいな感じで使ったりもします。なんとなくは、なんか100%は分かってないかもしれないけど、全体的な意味は分かってくれたかなみたいな時に、なんとなく分かったかなって使います。だから曖昧とか、はっきり理由はないんだけど、そう感じたみたいな時に使います。じゃあ今日は5つの日本人っぽい日本語の表現について解説しました。覚えてるかな？ 1 つ目は助かりますですね。助かりますは簡単に言うと感謝を伝える言葉でしたね。ありがとうと似ています。ありがとうの他に助かりました。ぜひ使ってみてください。2つ目はピンとこないでした。ピンとこないはみんな覚えてるかな？意味はなんかすぐには理解できないって感じですね。
なんか思い出しそうなんだけど思い出せないみたいな時に使います。あとはしっくりこない、なんかぴったり合わないとか、しっくり合わないっていう時に使います。はい、次が3つ目が念のためでしたね。念のためは簡単に言うと、安心とか確認のために念のためを使います。はい、次、4つ目、ドンピシャですね。ドンピシャは完全に一致してる感じですね。まさにそれっていう時に使います。はい、次はなんとなくですね。なんとなくははっきり理由は言えないけどそう感じている時に使います。今日紹介した5つの言葉はどれもネイティブが毎日のように使う日本語だけど、翻訳機ではなかなかねちょっと表現しにくい独特な表現をするリアルな日本語でした。多分日本語を勉強している皆さんはこういう日本人っぽい表現っていうのがなかなかね教科書からだと学びにくいのかなと思います。なんですけどこういう感じでポッドキャストでねお話ししていると、私がいつも自然に使っている日本語がね自然と出てくるので、私はあえてこのスピードで日本人が話すスピードで話しています。はい、これからもね日本人がよく使うリアルな日本語を皆さんに紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。そしてね、リクエストとかテーマに関するリクエストがあったらいつでもコメントに書いてくれたら嬉しいです。じゃあね、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。日本語コーチのしおんでした。またねー。